こんにちは、夏見るいです。私はゲーム BGM や海外のドラマ、アニメの劇版を作っている作曲家です。今日は私のデスク環境を紹介したいと思います。ではどうぞ。早速ですが、これが私のデスク全体です。デスクは IKEA のダイニングテーブルを使っています。DTM やってる人は普通のデスクだと機材が収まりきらない人が多いと思います。なので私はコスパも良いですし、ダイニングテーブルを使っております。木っぽいところが気に入ってます。メイン PC は iMac です。キーボードはヤマハの NP30 です。76件です。タッチに全くピアノのリアルさはないんですけど、ピアニストとかではないので十分です。打ち込み用で使っております。かなり昔にドラマーの友達から5000円で買ったんですけど、まだ壊れてなくて頑張ってくれてます。このキーボードの上にあるのはただのタイマーです。ずっと家で仕事してると YouTube 見たりサボってしまうので、タイマーをバシバシかけて自分で自分のケツを叩いてますね。タニタのタイマーでちょっとマットな黒なのが気に入ってます。モニタースピーカーはヤマハの MSP5 です。多分今は現行で作られていないんですけど、とても人気があった機種です。この部屋は6畳ぐらいなのでちょうどいいと思ってます。モニタースピーカーとしては真っ当で癖のない音が出ます。いつもメモリは11時ぐらいに固定していて、マックスにしたことは怖くて一度もないです。多分家がぶっ飛ぶと思います。これは年始に買ったワコムの板タブです。私は絵は描かないんですけど、1年に1回ぐらい板タブあったらいいなと思う事案が発生するので買ってみました。これでサムネとか作れたら広がるかなと思ってます。これをしまっちゃうとおそらく存在すら忘れてしまうので、今年始からここに置きっぱなしです。これはアイコンデジタルのプラットフォームなのです。フィジカルコントローラーです。電源供給が PC からされるところが好きです。モーターフェーダーなのでダウとこんな感じで同期してます。これがあると制作がとっても楽になります。正直この右側のところはあまり使ってないです。ケンジントンのトラックボールです。 DTM やってる人はトラックボール派が多いと思います。トラックボールの良いところは場所を取らないところで、悪いところはこの中に結構ゴミが溜まるところです。私の手がちょっと汚すぎるのかもしれないんですけど、で何にも曲が思いつかない時はこれを外してにぎにぎしてます。次、文字を打つキーボードはマティアスのタクタイルプロを使っています。初めは Mac 純正のキーボードを使っていたんですが、私打鍵音に変なこだわりがあって、がっつり音が出るメカニカルキーボードが欲しかったので買い替えました。私はキーボードのカチャカチャ音が大好きですが、好きじゃない人は発狂しそうになるくらいうるさいので注意が必要です。音はこんな感じです。こちらはレーザーのタルタロス V2 です。ゲーマーとか絵描きの人がよく使う左手デバイスで、作曲家で使ってる人はほぼほぼ見たことないんですけど、めちゃくちゃ便利です。何に使うかというと、主に DAW のショートカットキーを割り当てております。ちょっと汚くてアナログで申し訳ないんですけど、今こんな感じで割り当ててます。キーボードのショートカットでいいじゃんと思う人もいると思うんですけど、エンターとか K を押すとき結局手を動かさなきゃいけないのが私はストレスで、左手デバイスがあるとずっと手をここに固定できて画面に集中できるのでめちゃくちゃ時短になります。ゲーマー御用達のメーカーなだけあってギラギラ光ってます。今は虹色グラデーションに設定していますが、色は変更できます。部屋を暗くすると中二感があって元気が出ます。アフタヌーンティーという雑貨店で買ったお気に入りの犬のコースターです。犬は取り外せて犬じゃない何かもつけれたりします。最近完全食というものを飲んでます。完全食とは人間版ドッグフードのようなもので、これだけ飲んでいれば理論的には栄養バッチリずっと生きれるというものです。もともとお昼をポテチで済ませるような人間なので、逆に健康にいいのではないかと思って今試してます。フラットな状態でミルク味なのですが、今日はココアパウダーを入れています。これはコンプというメーカーの完全食なので、気になる人は調べてみてください。マイクスタンドです。歌を録音するようなコンデンサーマイクは湿気に弱いので今はしまっていますが、なんか録音するときはここに挿します。オーディオインターフェースです。ユニバーサルオーディオのアポロツインという機種です。これを介して PC とスピーカーをつないだりしています。音楽を作りたい人は PC の次に買う必要があるんじゃないかなと思う機材です。ギターやベースを録音したいときはここのギターマークがついているところにつなぐと音が PC に入ります。マイクも裏につなぐところがあって録音ができます。
これはレモンの苗のはずなんですが、半年ぐらい全く姿形が変わらないので、もしかして増加的なやつなのではないかと最近疑いの目で見ています。今紹介したオーディオインターフェースにはミディ入力端子がなかったので、別でローランドのディオキャプチャー EX をミディインターフェースとして使っています。このミディキーボードにつなげている状態です。PC の裏側は配線汚すぎてあんまりお見せすることができないんですけど、バックアップ用に 3TB の HDD と 2TB の SSD をつないでいます。電源タップだけアップグレードせずずっとドンキホーテの2000くらいのものを使ってるんですけど、さすがにそろそろ買い替えたいなと思っているので、どなたかおすすめがあればコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。参考にさせてください。このモニターは今はこっちのサブの PC とつなげています。メイン PC とつなげてデュアルディスプレイにすることもあります。このサブの PC は MacBook Pro で、外で何か録音する時などに持ち出し用で使っています。足元はベースのエフェクターボードです。細かいので早口で言うと、これがコルクの DT10 という定番チューナーで、隣が AYA の R コンプです。その下が EBS のプリアンプでマイクロベース2です。この赤いのが Zoom のマルチストンプで、こんなに小さいけどマルチエフェクターです。その下はみんな大好きサンズアンプです。これを全部このスイッチャーに配線してプログラムしてる感じです。不器用なりにシールドを自作してたんですけど、途中で力尽きてますね。卓録の時はこれを使わず DTM 内で完結しちゃうことも多いんですけど、最近はわざわざこっちを出してきてつなげて撮るのにハマってます。あとは楽器ですね。端からこれは奄美の三線です。ほとんど弾いたことはありません。2年前くらいにせっかく何万もかけてメンテナンス出してるので、これで弾いてみたとかやってみたいです。あんまりというか弾けないんですけど、弾いてみたいです。次、私がコーンに憧れて買った5弦ベースです。アイバニーズの SR505 です。これ5弦なのにめちゃくちゃ軽くて肩に優しいです。ガールズバンド組んでた時になぜか5弦ベースじゃないと弾けないような曲ばっかり作っていて、このベースにとってもお世話になりました。これはまた5弦スティングレイ5です。ベーシストなら1回はスティングレイ気になっちゃいますよね。これ買った時はまだ実家に住んでいて、楽器が増えていると親に怒られるから、わざわざヤマトの事業所まで取りに行った思い出があります。親はね、ベースなんてどれも同じに見えるからしれっとお部屋に置いて、前からこれあったよみたいな感じで通してましたちなみにいい音なんですけど、これ重すぎて肩壊れたんで、今はベンチ入りメンバーです。これは私が16歳の時軽音部に入るために買ってもらったヤマハのストラトです。今見ても可愛いなと思います。私は高校生の頃ガンズ&ローゼスのスラッシュに憧れてたんで、レスポールが欲しかったんですけど、重すぎるって店員さんに止められたんですよね。それでその後にピンときたヤマハのストラトを買ってもらいました。だいたい5万円くらいで、高1で買ってもらう時はなんか思ってたより高いな楽器と思って気まずかったんですけど、今じゃすっかり金銭感覚がバグってしまいました。これはなんかいつの間にかあったアリアのアコギです。多分メンテナンスしないと綺麗な音出ないんじゃないかなと思います。一番最近買ったギブソンのレスポールです。普通のレスポールと違ってフレームレスで軽いし、ショートスケールなので体が小さくても弾きやすいと思います。同じ型番でも木目も音も全然違かったので、楽器屋さんをはしごしてこれに決めました。ヤマハの BB ベースです。東京事変のカメラさんが使っていて有名なシリーズですね。これは多分 BB1024 のヴィンテージホワイトです。フェンダーのジャズベースを買おうと心に決めて出かけて、なぜかこのベースを買って帰ってきました。音がのぶとくて最高なんですよね。今メインで使ってるアトリエ M245K カスタムです。アトリエが30周年の時に限定で出されたモデルだったと思います。最近の弾いてみたも全部このベースでやってます。音も見た目もすごく気に入ってます。難点はアッシュという木で作られていて、ベースの中でもとっても重いことです。この前整骨院で右肩だけ左によじれてるって言われたので、このベースに合わせて筋トレしようと思います。以上、私のデスク紹介作曲環境でした。機材はどんどん増えたりして変わるので、そしたらまた動画を作ろうと思います。この動画では音楽好きがゆるく楽しんでいける動画を作ろうと思っていますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。リクエストや質問もコメント欄でお待ちしております。ではまたね。